がバラが好きで、バラに合うような系を足していこうかなと。アクセントを入れることによって一味変わってくる。目隠しフェンスとパーゴラ風に飾りフェンス、コンクリートウォールの系の中に何をポイント入れたら全体がまた引き立つ変化するか、参考になるかと思います。おはようございます。今日はですね、那須塩原のガーデンリメイクということで参りました。はい。今回はですね、ちょっとご主人が入院されまして、その間にお庭をですね、整備すると退院なさった時にちょっと驚かすという形でご依頼がありました。はい。ちょっと時間的にも短時間でやるという形になっております。ご主人がバラが好きで、バラを結構植えてありまして、だからバラに合うような系をちょっと足していこうかなと思っております。今の状態をそのまんま生かした形で設置していくという感じです。はい。じゃあよろしくお願いいたします。じゃあ現場はこちらです。結構こういう感じです。だから今このまんまやはりそんな悪くないんで、ここに結構庭としてのアイテムを入れていくっていう感じですね。限られた日数でやる条件で来てますから、ね、今日来たばっかりで構成的にまとまりがないんですけど、やりながらポイントを置くことによって設置の場所を決めていこうかなとは思ってます。で、バラが今何本結構終わってるんですけども、それに合った形の色をちょっと、ですからできるだけバラを生かす形の構成で考えております。だからバラはね、やっぱりちょっと咲いてもバックに色合いが入ってれば印象つくんで、白のフェンスとかそういうものをちょっと混成したり、バラはもう1、2、これも咲き終わっちゃってる部分はありますけど、でやっぱりちょっと倉庫がバーンって見えちゃうとこは、そこにちょっと目隠し的なポイントがつけようかなと思ったりしてます。ここは1800ぐらいの高さ。あと柄的にポイント的にちょっと900ぐらいのフェンスを1基か2基ちょっと添えるか分かりませんけど、その感じですかね。区切りもちょっとあんまりないんで、ここの入り口自体もちょっとアクセントをつけた形。ポイントつう形で、今ポイントってなるのは灯籠ぐらいかな。灯籠もちょっと違った形の見せ方をしていこうかなと思っております。灯籠にちょっと変化をつけて、あまりやんないんですけど、バラの中の灯籠みたいな感じになればいいかなとは思ってます。はい。ちょっとこの辺も少し変わります。はい。
コーンとちょっと向こうが見えちゃうから、そういうのでウォールを作ったり、高さもないんですけども、ブロックがあんだけありますから使っていいという、ああいうのを活用した形で。まあ、この採石本を利用した形で、アプローチの柄を作っていくとか。アプローチ普通掘ることもないんですけど、この採石、今この採石が逆になんか砂利って目立っちゃうんで、ここの中に枕木平板を差し込んでいくことによって、この採石も逆に今度はバックとして溶け込んでくる。採石自体が今度は化粧砂利のような雰囲気になってきますから。その枕木平板は以前使われたやつですかね。そうです。それをこう入れ込んでいくことによって、随分ここの採石自体も変化が出てきます。だからこれも今野芝だ、高麗芝じゃなくて野芝で結構自然感の出た感じでいいと思うんで、このまんまだから植物を動かすっていうのはほとんど考えてないです。この経営の中に入れ込んでいくという、だからそれも一つの我々の方法であって、アクセントを入れることによってちょっと一味変わってくるで、全部植え替えて改造リメイクじゃなくて、そのまんまの状態、何をこう入れたら変化するか、またその植えたものが引き立つか、まあよっぽど邪魔な部分はね排除しなきゃいけないんですけど、その経の中に何をポイント入れたら全体がまた引き立つ、変化するか、そういう考え方で皆さんも自分のお庭の中で参考になるかと思います。はい。最初は何から始まる？最初はちょっと木材を加工で、あと今日はもうブロック積んで、そういう順序です。はい。高橋さん、次は何をするんですか？ここちょっとコンクリートウォールを作りたいと思います。ブロックで。
いやこれはガーデンゲートで、まあ、最終的にはつるバラをできるような感じで、ちょっとここがオープンすぎたんで、ここの姿勢をちょっとはっきりさせようかなということで、ここで一応。この灯籠のここにアーチを、もう一つのアーチをつけます。あっちのアーチとは違う感じのやつです。そうそう、もっと簡単なやつで、ええ。今あとここのフェンスとちょっとパーゴラっぽいやつをここに立てます。まあ目隠しフェンスと、あと上がちょっとパーゴラ風に化粧したやつで、最終的にはなんかつるバラでも絡めばいいかなと。ですね、ここに一応飾りフェンスをちょっとつけたいと。アーチの方を誘導したいんで、ここにちょっと障害物っていうかフェンスできれば、まあ、アーチの方にこぶって通るっていう感じになると思います。もうここのつなぎで同じような感じで、あともう一箇所こういうふうにちょっとバラの後ろ側にバラが引き立つような感じで、はい、これに対して、日本のバラ、この段は端まで積まないんですね。うん、ここで多分こういう形で。あとこれ昨日加工したやつ、これはもう組み立ててからいろいろ設置していきます。ここちょっと飾りをステージっぽい